皆さん、こんにちは。臼井国際学園の石川です。今日は EJU 対策として、総合科目の授業を行います。総合科目とは何か、皆さん知っていますか？総合科目というのは、EJU 日本留学試験の中の1科目で、文系の大学に入りたい学生が受験します。文系の大学に入りたい学生は、日本語、数学のコース1、それから総合科目、これを受験することが多いです。総合科目は試験時間80分、200点満点のテストです。そして、どんな問題が出るか。出題範囲は、地理、歴史、政治、経済。こういった幅広い分野から出るのが特徴です。日本の歴史や日本の政治なども出て、幅広いところを自分で勉強するのはなかなか難しいんですね。この4つ、地理、歴史、政治、経済。広い出題範囲の総合科目を皆さんは何点を取ればいいか。これはもちろん目標とする大学によって違います。早稲田や慶応、上智大学などの難関私立、それから東京大学、京都大学などの有名国立大学を狙う人は200点中180点以上取る必要があります。そして明治、青山、中央大学など、マーチと呼ばれる有名な私立大学や地方の国立大学を目指す人は、まずは150点以上。これが目標になります。では、どうやればこの点数が取れるんでしょうか。どう勉強しますか？一つは、知識を覚える。そのために、こういった教科書を買って、しっかりと覚える。これが必要ですね。それから、過去の問題や予想問題、模擬問題を解く。模擬試験の問題を解く。こういったことが必要です。ただ、自分一人で教科書を読んで過去の問題を解いているだけでは、なかなか点数が取れません。範囲が広くて、いろいろと覚えなければいけないことが多いからです。では、どうすればいいか。はい。まずは、試験に何がよく出るか、ポイントを押さえましょう。そして、間違いやすい問題の解き方を理解しましょう。そして最後に、できなくてもいい問題は捨てる。できなくていい問題はできなくていいんだよってことに気づいてください。これができるのが臼井学園の授業です。では、今日は動画を見てくれているみんなに、150点以上確実に取るための重要ポイントを一つだけ教えてあげます。はい、たくさんありますが、今日はまず一つですね。重要ポイントその1。日本の政治は絶対に出ます。これはたくさん出ることも多いので、徹底的に勉強しましょう。そして、日本の地理はだいたい1問しか出ません。出ない時もあります。だからこの問題は捨てる。勉強しなくて OK です。臼井に来れば、どんな問題が出るか、重要ポイントはどこなのか、これを学んで効率的に勉強できます。では、さっき絶対に出るといった政治分野の問題、これを少し見てみましょう。2020年の、第1回 EJU 総合科目の問い20。日本の衆議院議員総選挙で採用されている小選挙区比例代表並立制に関する記述として、最も適当なものを次の1から4の中から1つ選びなさい。さて、どれが正解でしょう？もちろん、まだ勉強していない皆さんには難しいと思います。もう自分で勉強しているという人はできますか？これは答えは④です。では、1から3のどこが違うんでしょう？これを見ていきましょう。1、比例代表においては、有権者は候補者か政党のどちらかに投票する。
これを選んだ人は実はよく勉強している人なんです。EJU の総合科目でよく出る意地悪な問題、引っ掛け問題なんです。衆議院の比例代表では政党に投票します。ただ、参議院の比例代表は候補者か政党のどちらかに投票します。衆議院と参議院では同じ比例代表でも違うんですね。これをちゃんと覚えておかないと何度でも間違えてしまいます。こういう大事なところをしっかり理解していきましょう。次もそうです。比例代表は日本全体を一つの選挙区としている。衆議院では全国を11の選挙区に分けています。ところが参議院の比例代表は日本全体を一つの選挙区としています。これも衆議院と参議院で違うんですね。そして3番目、小選挙区で選ばれる議員よりも比例代表で選ばれる議員の方が多い。小選挙区は289人、比例代表は176人。だから小選挙区の方が多いんです。ただ、細かい人数は出題されません。だから覚えなくて大丈夫。みんなは小選挙区の方が多いとだけ覚えておけば大丈夫なんです。このように、碓井学園に来れば分かりやすい解説で過去問演習も効果的に行えます。一緒に碓井で勉強して大学に合格しましょう。今日の動画はこれで終わりです。次の動画も楽しみに待っていてください。ご視聴ありがとうございました。